製薬会社の子会社や食品メーカーで専門職として働いていました。医薬品の前臨床試験を、食品メーカーでは微生物の改良をそれぞれ担当していました。現在は社内のキャリアマネジメント室という部署で働いています。キャリアマネジメント室は専門職社員の成長を支援することを目的として日々奮闘しています。その中の業務の一つとして専門職社員との面談を実施しています。面談ではそれぞれ皆さんの就業先での業務を踏まえて、それぞれ皆さんの成長につながる目標を立てられるように集中して臨んでいます。100人いれば100人違うので話をしっかり聞かないといけないなと思って臨んでいます。面談を通じて一人一人のキャリアビジョンやスキルが把握できたら、そこからそれぞれ皆さんのキャリアアップやスキルアップにつながるよう、いろんな部署と協力していろいろな支援を進めていっています。専門職時代の経験に頼りすぎないことを大切にしています。そちらに頼りすぎちゃうと、専門職の話をうまく聞くことができなかったり、考え方の押し付けになってしまうような気がして、早々に考えを改めました。ただ、コミュニケーションを取りやすい雰囲気を作るために、私の社員証、白衣なんですけど、それを見せながら、昔専門職だったんですよとか、そういう話をして、話しやすい雰囲気作りはしています。理系としても専門職としても共感できる部分は多々あります。自分の経験してきた分野があって、そこにこだわりがあって、なかなかそこから切り替えられないっていうのは悩みとしてよく聞きますし、非常に共感はできます。一方で新しい技術や機器の使用方法を学べることは、自分の技術の広がりが分かりやすいポイントで、そこで喜べるっていうのも非常に共感できます。実験や検査がうまくいった時の嬉しさもすごくよくわかりますよ。専門職という部分だと、パーソル添付スタッフ社内では正社員、一方で就業先では派遣社員という立場の違いにギャップを感じるということもあります。そういう時は、この実験なら誰々さんって呼ばれるぐらいのプロフェッショナルを目指さないかという話をしています。自分が手を動かして結果が出ることは本人にとっても確かなことだと思うんですよね。目標を持って働けるように視野を広げられるよう自分がそのきっかけになればいいかなとは考えています。専門職社員と所属オフィスのメンバーの距離を近づけるような取り組みは普段からやってきました。専門職社員は普段社外にいるので、社内メンバーと距離を感じてしまう人もいるんですよね。そういう時はもっと気楽に接してくださいっていうメッセージは前から送るようにはしてきました。あとは自分との面談後に社内メンバーには誰々さんとの面談終わりましたっていうふうに声をかけて、なるべく話をする機会を作ったりもしています。そういう意味では専門職社員との面談はなるべく対面でやりたいなと思ってますし、もっと会社を近くに感じてほしいなと思っています。